ナオミ。いる。さっき、私を襲った何かが。保健室って書いてあるけど、ここ、さっきまでと全然違っちゃってるよ。頭、痛い。お兄ちゃん、苦しい。私も、ダメ。二人とも鼻血が出ているぞ。わかった。そこで待っててくれ。なんだ。窓という窓に子供の顔と手が浮かんでいる。幸子だって。空いてますよ。お入りなさいな。血。俺のか。俺もいつの間にか鼻血が出ている。ここに長いは危険だが、きっと何かがある。夏休みには皆さんで遠足に行きましょうね。なんだ。体が動かない。金縛りか。さっちゃんは私の自慢。私のために何でもしてくれる。ダイアリー。日記か。この例のものか。私は死んだようだ。待て。おかしくないか。許せない。許さない。殺してやる。よくも幸子を。よくも私を。やばい。サトシ！ナオミ、ユカ、立って。ここを離れるぞ。お兄ちゃん。大丈夫か。大丈夫。痛み消えたわ。何なのあの廊下。保健室に首の折れた女の先生が。周りには初めて見る子供の霊がたくさんいた。サトシ、それ！ああ、机の上にあった日記帳だ。さっきは机から離れなかったのに。先生が書いたのかな。
間違いない。この日記にその幽霊が文字を書いているのを見た。裏表紙に名前が書いてある。篠崎義恵。何か大事なことがわかるかもしれない。見てみるか。今日も子供たちとたくさん会話をした。この学校の児童たちはとても健やかにすくすくと育っている。低学年の子たちの情操も穏やかで、父兄の方々にいっぱいの愛情をかけてもらっているだろうことがよくわかる。私も負けないように幸子をしっかりと愛してあげたいと思う。今日は幸子の7歳の誕生日。放課後、一緒に夕食を食べに行くことに決めてある。一日の仕事を終え、3階の資料室で書類の整理をしていたところに校長先生が訪ねてきた。しばらく話をした後に先生は突然後ろから近づいて私の体を捕まえ、いつも悩みを聞いてくれる優しかった校長先生と同じ方とは思えないとても恐ろしい顔だった。私は驚いてしまって、自分に何が起こったのかわからなかった。私は体を真似、必死で逃れた。資料室から出たが、先生を追いかけていた。目の前に1階の床が迫ってきたと思ったら、体が動かなくなった。だらしなく床に這ったまま、私はどうやら死んだらしい。頭から血がたくさん出た。後で拭くのが大変だ。失禁もしていた。みっともない。でも目の前で大事な声が聞こえて、私は我に返った。幸子が見ていたのだ。私を迎えに来たのだろう。先生が幸子に近づいていく。何をする気なのだろうか。やめてくださいと叫んだが、私は死んでいて声が出なかった。幸子は小さい体で逃げたが、先生はすぐに追いついた。私の目の前で首を絞めて殺しやがった。なんとひどい人だろう。先生は私の服の乱れを直し、幸子の体を地下室に運んで埋めてしまった。私のことはただの事故にして、幸子は遺体を隠して行方不明にしてしまうつもりなのだ。自分の悪くないことにするのだ。許せない。案の定だった。校長先生は私の死んだ理由を不注意の事故死と押し通して、幸子のことは何も言わなかった。優しかった他の先生や子供たちが泣いてくれている。私もとても悲しくなった。保健室の私の机に知らない人が座っている。私の代わりの保健医だろうか。でも子供たちは誰も来ない。きっと人気がないのだ。だんだん理性を失っているのがわかる。私がどんどん消えていく。私でない黒い意識が私の中に入ってきている。これは幸子の母親か。ああ、そうだな。気の毒だ。待って、なんかおかしいよ。日付が。幸子が生きていたのって
1973年の児童殺害事件の時でしょ。そうだな。この日記だとさらに20年前の話になっている。どういうことだ。保健医よしえの死後日記は、無念の死を遂げた女医の悲痛な思いを書き連ねたものだった。自爆霊となった彼女に続けて日記を書く出来事もなくなってくるのだろう。そこからはただ寂しい、寂しい、幸子に会いたい、子供たちに会いたい、許せない、殺してやるといった感情の殴り書きが並んでいるだけだった。なんだ、このページから開かない。さっちゃんは私の自慢。私のために何でもしてくれる。寂しい私のためにいっぱい人を殺してくれる。子供をいっぱい送ってくれる。みんな大好き。やめさせなければならない。私がこんなことで喜ばない。幸子、やめなさい。あいつの一族は許さない。末代までたたってやる。あいつらの脳に直接観念を焼き付けてやる。なんということだろう。20年も前に私と一緒に死んだ幸子は今生身の体で存在している。子供たちを殺めて魂を私の元へ送るなんて、そんなことで私は喜ばない。幸子、ここへ来て私と話をして。幸子は6人も殺めてしまった。しかも神隠しと言われるほど完全に足跡も消している。あの子に一人で子供をさらってきて殺害するなんてことはできない。あの男を使って誘拐させているようだ。幸子、やめて。私のためにと思っていたさっちゃんはもういない。殺したいから殺してる。いつの間にかそうなった。生きている人って腹が立つものね。私たちは殺されたのに。人を殺すやつって許せない。絶対殺してやる。だから殺すんだ。もっと殺せ。もっと殺せ。もっと連れてこい。さっちゃんのおかげでもう寂しくない。今日また3人の可愛い子供を送ってくれた。さっちゃんは私の自慢。私のことはもうわからなくなっているけれど、あの子を私は愛してる。学校が廃校になった。校長が飛び降りた。ざまあみろ。皆さんでお歌を歌いましょう。楽しい歌がいいですね。ざまあみろ。汚い死に方だ。さっちゃんが
学校の中を歩いている。誰もいなくなった学校の中を面白がって入ってくるやつを殺すんだ。あの子も私ともう一緒。喉が渇いて仕方がないんだね。なんてこと。幸子は母親を寂しがらせないために子供を殺して霊界に送っていたのか。そのうちに心が壊れてあんな状態に。この母親の霊もきっと本心では幸子の暴走を止めてほしいと願っているはずだよ。そうだな。どうすればいいのかわからないけど、幸子の心を解くためには、この学校の校長も鍵を握っていそうだな。別館に確か校長室があったはずだ。校舎の屋上から飛び降りて、おそらく天神小学校の校長だな。ゆか、見るな。ああ、成仏できないから何度も何度も死に続けているんだ。ってこと。あれはなんだ。鍵みたいに見えるけど。ああ、どこかの鍵だな。危ないよ、やめて。大丈夫だ。慎重に行く。取れたぞ。なんだ、小さいな、この鍵。サトシ、早く戻ってきて。なんだ、ここは。そんなつもりはなかったのだ。ただの一時の気の迷いだ。あいつが悪いんだ。あんなことであんなに驚く方がおかしい。寒い。
何この張り紙の数、異常だわ。校長は死ぬ間際に精神を病んでいたって話だったからな。あいつが悪いんだ。あんなことであんなに驚く方がおかしい。何これ。兄ちゃん。嫌な予感がする。ゆか、見るな。どうしたの？何？毎晩夢に出てきやがって。こんなに私が罪を悔いているのに、どこまで私を苦しめるんだ。わかっているよ。お前は本当は死んではいない。死んだふりをしているんだ。だがね、私には立場があるんだ。お前にあのことを誰かに喋らせるわけにはいかないよ。悪いが、喋れないようにさせてもらうからね。このお前が夢枕に立つたびにまた殺しに来てあげるからね。サトシ！サトシ！お兄ちゃん！大丈夫？急に返事しなくなったからびっくりしたよ。ああ、すまない。嫌な記憶を見た。え？これは、おそらく、幸子の舌だ。心を病んだ校長が、吉江の事件を誰かに喋られては困るって。幸子の亡骸を掘り起こして、舌を切り取ったんだ。ひどい。これを、幸子に返してやろう。きっと、探しているはずだ。幸子に。これは、
隠し通路か。ここにもお札がびっしり。怖い。ああ、相当恐れていたんだ。この下にあるものを。よし、降りてみるか。俺から降りるから、ナオミとユカは後から続いてくれ。サトシ、気をつけてね。ああ。地下通路。学校の地下にこんな場所があったのか。お兄ちゃん、ゆか、またおしっこ。ユカ、我慢できるか。うにゅー。